りども、ちょうど1階でございますので、見上げてご覧いただきますと、ちょうどイチョウの木、イチョウの街路樹の枝にとっても近いですね。はい、またちょうど真上ですね。看板や道路標識もとっても近いです。信号機もとっても近いです。使いますお屋根までの高さが3.8メートルございますので、3.8メートルからの眺望を360度お楽しみいただければと考えております。それではいよいよ出発となります。東京駅丸の内駅から皆様お出迎えです。はい、こちらの東京駅丸の内駅は1914年大正3年12月20日工事中ですね。こちらは北口で20年の情報を一つまでに2番目の広場にね、生まれ変わるみたいです。はい、それでは楽しみですね。それでは、ちょうど右方には、修学旅行の学校なんですね。その通りを通っていきます。バスでね、幸せと書いて、情報通りを進めてまいります。で、この情報通りを進むと、情報になんですが、その正面は、日当たりがちょっと良すぎて枯れてしまっているという通りを本日はバスで通っていきたいと思います。さださんとお日をってまいりまして、徐々に暗くなりましたね。ということで、会議の際には電車の姿なんかもご覧いただけるかもしれませんので、落ちていただいた姿もお楽しみいただければと思います。それでは右側に皇居を見ながら、皆様日比谷通りを出てまいります。最後に高度重量時点シートベルトのお知らせにしていただきます。本日ご乗車いただいた東京タワーレインボーブリッジのあとはこのマリア通りの下に進めまして、東京タワーの足元まで進めていきたいと思います。この後、首都高速道路特別展望台が設けられていません。ある時には三浦半島、房総半島、富士山を見渡すことができるという。それでは東京タワーの足元まで向かいますが、その前に左側をご覧いただきたい東御門です。御成門という御門でございません。時代劇をご想像ください。上様のおなりと言いますよね。はい、そのおなりで知られる同じ門なんです。左奥には三円山神戸に増上寺というお寺がございます。増上寺、神戸様が参拝される際の方がございます。その隣に来ますけど、お寺は水宝殿ですね。だんだんと東京タワー近づいてきましたね。これから足元を進めますので、カメラや携帯電話お持ちの方は正面から東京タワー見上げてご覧いただくことができますので、ぜひ見上げてご覧ください。それではお待たせしました。ここから右側から正面に景色を移りますよ。正面ご覧ください。東京タワーです。上までを見上げてご覧いただきたいのです
余裕がある方は足元もご覧になってみてください。モットンズ兄弟が、ハンカムをかぶってお見送りなんですね。かわいいですね。プレゼントしている方がいらっしゃいます。それはどんどん上を見上げて、ちょうど東京タワーでお日様が隠れました。ちょうどいい高いチャンスでございます。後ろ振り返って、奇跡の桜というエピソードをモチーフにデザインされたそうです。午後の1時から夜の10時までの毎日0分には約5分間の演出も行われるみたいですので、ぜひお時間がございましております。さあ、それでは緑豊かな景色から離れまして、これより先は正面首都高速道路をバスで上がっていきたいと思います。どこから上がっていくのか、まずここからの際に左側に西市ゲート見えますね。その道に回っていきまして、とても西市ゲート大きなバスで通過していきたいと思います。ドライバーさんのナイスハンドリングの見せ所なんですね。それではここから正面ご覧くださいというお話です。それではご自由に
市場はなくなることはございません。左側、記事魚河岸にて、55の水産物や青果などを扱う業者が入りました。はい、こちら、先月にできたばかりの築地魚河岸でございます。市場、このご覧いただければなと思います。はい、見えますか？それでは、ここからこの辺りに続くはもうなくではありません。上面の安心バスに乗せるお金を入れますから、インターネットを入っていきたいと思います。今の歩道ですと、ちょっと近すぎてお写真に収まらないです。そして左側の歩道から撮ってみますと、このような大型バスもよく通りますので、なかなか綺麗にお写真撮ることができないです。ということで、皆様はオープンバスに乗ってますよね。ちょうどここからですと、綺麗なお写真撮ることができません。ちょうどいいところで止まりました。ですので、ぜひ、このスカイバスの上からお写真撮ってみてくださいね。49年にはすでに電波時計だった時計塔です。ここからですと1つ2つと2面ご覧いただけますが、中央通り有楽町マリオンでございません。この奥に江戸時代南町奉行所が置かれます。それでは正面東海道新幹線のガード下、その奥には JR のガード下をお伝えいたしません。奥4メートルのガード下がございますので、ちょっとお楽しみにしてください。それではまずは日比谷へと戻ってまいりました。左側一帯は日比谷の劇場街です。日生劇場や東京宝塚劇場などが入っている日本のブロードウェイと言われている場所です。そして変わりまして右側にはザ・ペニンシュラ東京という最高級のホテルがございます。こちらのペニンシュラ東京は香港では5つ星、世界でも5つ星を獲得している最高級のホテルでございます。西劇ビルというビルの2階にありまして、西劇ビルの9階には日本有数の美術品を所蔵するイギリス美術館が入っています。でございません。やはり美しい彫刻が目を引きますよね。この彫刻、実は上の方にライオン
のお顔の彫刻があるんです。ぜひ皆様、目がいい方は見つけられるかもしれません。上の方をご覧になってみてください。前の方、お顔の彫刻見つけられました？はい。他にも、このアランサムの花の植物の彫刻はとても綺麗ですね。この彫刻はすべて4人の職人さんが手彫りで彫ったとても手の凝った彫刻なんです。それではまずここ正面会の通り、丸の内中通りでございます。こちら丸の内中通りはイルミネーションが有名です。はい。本日は5時30分からイルミネーションが点灯されません。一人終わってしまうんですけれども、明治神宮外苑イチョウ並木コース、明日まで開催されておりました。他に、12月の25日までは6時と7時便で毎日2便でクリスマスイルミネーションコースを運行しておりますので、ぜひクリスマスイルミネーションコース期間限定のコースでございますので、ぜひご乗車をお待ちしております。はい、イルミネーションコース、とても魅力的なコースなんですが、まずこちらイルミネーションコースは東京ミッドタウンのスターライトガーデンをご覧いただきましたね。六本木内です。それではまた皆様のお目にかかれませんよう、ステージのものも心よりお待ちしております。本日は日の丸自動車のスカイバス東京にご乗車いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。